クラスメソッドがデータ分析やデータ可視化において、様々なツールや製品を取り扱っているんですけれど、それらがどういった用途で使われているのか、使い分けられているのかというのを今日は分かりやすくご紹介したいと思います。それでは最初に、クラスメソッドが取り扱い始めた順番というところで紹介していきたいので、まずはアルテリックスからご紹介していきたいと思います。それでは金本さん、アルテリックスのご紹介をお願いします。はい、金本です。よろしくお願いいたします。アルテリックスのご紹介なんですけれども、もともとタブローっていう BI ツールと一緒に2014年に弊社の代表の横田がアメリカで知って、そこから取り扱い始めたっていうのが実は最初です。タブローに関しては多分ご存知の方多いと思うんですけれども、BI でデータの可視化とかをするためのツールとして非常に日本でもよく使われていて、世界でも非常に使われている製品です。で、じゃあ、アルトリックス何なのかっていうと、実はタブローを含めた BI で可視化をするために必要なデータの準備をする、前処理っていう処理を、得意としている製品になっています。アルテリックスにも一応BI 的な要素はあると思うんですけれど、タブローと組み合わせて使う背景とか理由みたいな、そのメリットみたいなものって教えていただけますか？タブローとアルタリックス、実はお互いに、例えばタブローはタブロープレップっていう、前処理をするツールがあったり、アルタリックスにも、簡単なレポーティングツールが用意されてたりしますと。で、ただ、やっぱり得意な分野っていうのがそれぞれありまして、やはりタブローは、可視化を非常に得意としてます。で、アルタリックスは逆に前処理っていう部分を非常に得意としていて、特にいろんなデータを集めてきて、可視化の準備をするために使えるツールっていうのが、今、標準で250以上用意されています。で、前処理だけではなくて、例えば空間分析ですとか、それから、予測分析ですね。R や Python を使った予測分析をするためのツールっていうのも組み込まれていますので、こういったいろんな形でデータを作ったり、分析をしたりするというところを、得意としているのが Alteryx と。で、この2つを組み合わせることで、今までは作れなかったデータを簡単に作ることができるっていうのが、非常にこの組み合わせのいいところになっています。そうするとアルテリックスっていうのは ETL ツールっていう理解になるんですかね？そこはすごくいいポイントで、実は Alteryx は ETL ツールって呼ばれているものとは少し、違う視点で使われることが多いです。例えば、ETL ツールの場合は、データベースの、バックエンドの、データ連携とかに使われるので、どっちかっていうと、情報システムの方とか、エンジニアの方が、プログラムを書く代わりに、ツールを使ってデータ連携をしますと。で、この場合、データベースの裏側の仕組みをある程度理解した上で、データが更新が失敗したら、ロールバックしたりだとかっていうのを考えながら作っていくということをやっています。で、一方で Alteryx はどちらかというとビジネスユーザーの方が使いやすいように設計されていて、やはりプログラミングをしなくても、ツールのアイコンをつなげていくだけで、データの前処理ができるっていうのが特徴になっています。で、例えば、Alteryx の我々のユーザーさんになると、もともと Excel とか、Microsoft のアクセスを使って、データの前処理をしていたところを Alteryx に、置き換えていただいて使っているっていうユーザーさんが結構多くいます。そういう違いがあります。クラスメソッドでは、アルテリックスとタブローと、あとはクラウドのデータウェアハウスを組み合わせてご提案するというのが、非常に鉄板構成というか、長くご提案させていただいた内容になります。で、そこに最近ですね、ここ1年、2年ぐらいの間に、ルッカーというものが入ってくるようになりました。それでは、ルッカーについて、玉井さんからご紹介をお願いできますでしょうか。はい、玉井です。よろしくお願いします。ルッカーは SaaS 型のデータプラットフォームですと。で、データプラットフォームって言われても結構ピンとこない方もいらっしゃると思うんですけれども、一般的にはルッカーはよく BI ツールのカテゴリーでくくられると思います。もちろん BI ツールとしての機能もあるんですけれども、ルッカーの一番の特徴は LookML という独自のコードがあるんですけれども、そのコードを書いて、データを論理的にモデリングできるっていうところがあります。これどういうことかって言いますと、接続しているデータベースとかデータウェアハウスのデータを分析したい。データ分析の要件に合わせて定義し直すっていうものになります。で、かつ、論理的にというところなので、実際のデータをいじくるんじゃなくて、あくまで Looker というプラットフォーム上で論理的にデータ分析の要件に合わせたデータのモデリングが可能っていうところが、一番 Looker というデータプラットフォームの
特徴となっています。ルッカーは、一般的には製品セグメントとしてはタブローと、同じセグメントなのかなという理解をされることが多いと思うんですけれど、タブローとの異なる点というのはどういったところになるでしょうか。タブローはあくまでデータの可視化、ビジュアライズに非常に特化しています。誰でも、簡単に、綺麗なグラフが作れるっていうところが、タブローの一番の特徴ですと。で、ルッカーももちろん、データの可視化の機能はあるんですけれども、そこよりも、やはり先ほど言ったような、あくまでプラットフォームという位置づけなので、データベースとかデータウェアハウスのデータを分析しやすいようにデータのモデリングするところが、まずはタブローと違う。で、プラットフォームっていうからには、そのモデリングしたデータをいろいろなところで活用できるっていうところも、結構タブローと違ったところでして、例えばテレワークとかですごいチャットツールが流行ってると思うんですけれども、ルッカーはスラックに対して定期的にダッシュボードの画像とかを配信することができますし、あとはそのダッシュボードを違うウェブサイトに簡単に埋め込むことができたりしますと。さらに、結構 API が非常に豊富で、要はデータをモデリングして、きれいにしたデータの値をAPI で取ってきて、さらにウェブサイトのこの場所に埋め込む。そして表示させるっていうようなこともできると。要は、ルッカーでモデリングしたデータをさらにいろいろなところで活用できるようになっているっていうところが結構タブローとの大きな違いかなと思います。ルッカーもお客様のその要件に合わせて、さらに柔軟にご提案ができるようになってきました。でさらにそこにその連携先として、スノーフレークというものが入ってきているんですけど、スノーフレークについて、勝木さんからご紹介お願いできますでしょうか。はい、勝木です。よろしくお願いします。お願いします。スノーフレークなんですけれども、スノーフレークはですね、クラウド上で動作する、データのプラットフォームです。で、これもまたプラットフォームという言い方をしているので、紛らわしいので、あえて区別すると、データウェアハウスのサービスですというような解釈になります。今までデータウェアハウスっていうと、オンプレのサーバーにインストールしてデータベースを構築するということが必要だったんですけれども、スノーフレークはサインインして、利用するっていう形でもうすぐにデータウェアハウスの構築が可能になるというものになります。クラウドサービスですので、料金は利用時間に応じた課金体系っていう形で、ウェイトの多くを占めているので、小さく安く始めるですとか、不要なら跡形もなく撤収するとか、そういったことがその従来型のデータウェアハウスと比べて可能になっています。我々ですね、先に出てきたアルテリックスやルッカー、こういったものの連携対象として、US の方ではそのスノーフレークとつながるっていうことが非常に多く話題に上がってたので、じゃあ我々もちょっと試しに使ってみようというところから扱うのをスタートし始めたという経緯があります。スノーフレークはクラウド上で動作する、データプラットフォーム、データウェアハウスということなんですけど、他にも近いサービス、プロダクトとしては、例えばビッグクエリであったり、Amazon Redshift などがあったりすると思うんですけど、それらと比較してどんな特徴がありますか？一番の特徴は、やっぱりマルチクラウドで動作するっていうことかと思います。ビッグクエリやレッドシフト、それからあと Azure だとシナプスアナリティクスっていうのがあるんですけれども、これはそれぞれのIaaS ですね。それぞれでしか動きません。ですけれども、スノーフレークは、それぞれの IaaS 上に、さらに上の階層で構築するという、形になっています。スノーフレークは利用開始時に、どの IaaS、具体的には GCP なのか、AWS なのか、Azure なのか、そういったことを選択することによって、そのどの IaaS 上で動くかということを選ぶことができます。それからですね、それに関連してなんですけれども、強力なデータベースの共有機能を持っています。普通データウェアハウスのデータを別のデータウェアハウスで使いたいというときには、いろいろそのデータのエクスポートですとか、それからロードとか、受け入れ側でのテーブルの構築とか、そういった作業が非常に煩雑なんですけれども、これがですね、スノーフレークですと、共有を行います。で、受け入れ側は受け入れますっていうような、そういう簡単な操作ですぐにデータを利用することができるようになっています。ここまででそのスノーフレークというものが入ってきて、その連携するデータウェアハウス、データプラットフォームというものも、またさらに選択肢を増やすことができました。で、さらに、ここで5トランというツールも扱うようになっております。一番最近扱うようになったものなんですけど、こちらご存知でない方も多いと思うので、松本さんからご紹介をお願いできますでしょうか。はい、松本です。よろしくお願いいたします。5トランなんですけれども、ご紹介いただいた通り、今年パートナー契約をしたばかりの新しい商材になります。5トランはデータパイプラインサービスと呼ばれているんですけれども、
簡単に言うと、データ連携が自動化できるサービスになります。Salesforce などの CRM システムや Google Analytics などのアクセス解析ツール、Facebook などのソーシャルのツールなど、150以上のデータソースから自動的にデータを抽出して、データウェアハウスにデータをロードし、変換加工を行える、いわゆる ELT ツールとなっています。データのコネクターがありますので、セットアップが数分でできるっていうものが、便利な点として挙げられると思います。他の ETL ツールと異なる点として、どういったところがありますでしょうか。BI ツールで可視化をする際に、データウェアハウスで可視化をするために ETL ツールを使用して、可視化に必要な形式に加工してからデータをロードしていたっていうものが ETL ツールではあると思うんですね。で、実際にその頃ってデータウェアハウスのコストがかかるために、データの容量であったり、データウェアハウスの処理を最小限に抑えるということがあったと思うんですけれども、そうするとですね、課題として新たな可視化の要件が発生した場合には、再度要件定義をして設計をする必要があったというものがあったと思います。ただですね、昨今ですね、大容量のデータを保存できて、なおかつ処理速度の速いデータウェアハウスがクラウドで登場したことによって、ELT ツールで、まずはデータをデータウェアハウスにロードした上で加工を行うということが可能になったので、これによってですね、新たな可視化の要件が発生した場合でも、すぐに対応できるっていうものが ETL ツールと ELT ツールの違いかなと思います。あと今のご説明を聞いていて、なんとなくちょっとアルテリクスにも近いのかなと思うところもあるんですけど、アルテリクスとのその使い分けとか住み分けというのはどういった感じになりますか。パイプトランはデータ連携の自動化に特化しているツールになります。先ほどお話しした通り、150以上のデータソースにつなぐことができるコネクターが提供されていますので、データを保存する場所がありきのツールになって、変換加工までは実施するんですけれども、可視化や分析などは他のツールで実施することが必要になります。なので、アルテリクスに関しては前処理であったり、空間分析、予測分析ができるっていうことがあるので、その部分で使い分けが可能かなというふうに思います。こういった感じでデータ分析、データ可視化の様々な要件に対応するために、こういったツールをお客様のご要件に合わせてご提案できると、そういった体制をクラスメソッドでは整えております。今日は、製品の簡単な概要をご紹介させていただきましたので、もう少し詳しく知りたいよという方は、こちら関連動画に、初めの一歩シリーズとしてそれぞれのツールのご紹介をしておりますので、そちらをご覧ください。でもし、もうちょっとその詳しい、価格も含めて話をお伺いしたいということであれば、クラスメソッドにお問い合わせいただければと思います。以上、本日の、週刊デベロッパーズ IO となりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。